皆さんこんにちは、てまりです。今回は和菓子のフェイクスイーツを作ってみたいと思います。第3弾は水玉手まりと三色手まりを作ります。他の作家さんで作っている方をよく見かけたので、私もこれに挑戦してみたいと思います。実際の和菓子であったらぜひ食べてみたい2品です。では作っていきたいと思います。三色手まりを作ります。小さじ2の粘土を取ってそこから小さじ1に分けます。一つはラップにくるんでおきます。外の包む皮の部分を作ります。小さじ1の粘土を3等分してピンクと黄緑、黄色にそれぞれ着色します。今日の小話は私の兄について話そうと思います。私には5歳年上の兄がいます。幼い頃はよく一緒に遊んだり、時には喧嘩したり、相手をしてくれてたのを覚えてます。5歳離れてるので、小さいことでいろいろ喧嘩するっていうのはあまり記憶にないんですが、その喧嘩した中でも兄から死ぬほど殴られた記憶が鮮明に強く残ってる出来事があって、でもなんで殴られたのか覚えてなかったんですよね。でも最近兄がそういえばあの時ってその時の話をしてくれて、殴られた原因が分かりました。雫の形にしてラップにくるみます。中のあんの粘土にはイエローオーカーでほんの少し色をつけます。おまんじゅうの形に形を整えます。先ほど3色に色をつけた粘土を先端をくっつけて並べます。薄くプレスしてあんを包んでいきます。私が3歳ぐらいの時の話で、ある日兄が買ってもらったばかりのガンダムを机に置いて学校に行ったんですよね。学校から帰ってきたら机にあったガンダムがなくなっていて、もしやと思って庭に行ったら、私がそのガンダムを庭に穴を掘って埋めてました。閉じ口をきれいに整えたら、色の境目にヘラで切り込みを入れます。次に各色の中心に切り込みを入れて6等分にします。またさらに2箇所中心に切り込みを入れて12等分にしていきます。ラップをかぶせて綿棒で中心にくぼみをつけます。そこにボンドをつけてビーズをのせたら三色手まりの完成です。水玉手まりを作ります。小さじ2の粘土を取って小さじ1に分けます。一つはラップにくるんでおきます。3ミリほどの粘土玉を5つ作ります。これは中のあんの水玉になる部分です。2つと3つに分けてそれぞれまとめます。3つに合わせた方に赤で着色します。包んだ時に色が透けるように濃いめに着色します。2つ合わせた方は黄色で着色をします。バラバラになった部品とか一部埋まった光景を見た兄はブチギレてボコボコに殴られました。今思うと不思議なんですが、幼い頃庭に穴を掘っておもちゃとかいろいろ埋めるのがとにかく楽しくて、保育園から帰ったら必ず穴を掘って遊んでましたね。色をつけたら黄色は2つに赤は3つに分けて丸めておきます。中のあんはおまんじゅう型に形を整えておきます。次にあんを包む皮にイエローオーカーでほんの少し色をつけます。薄くプレスして綿棒で5つくぼみをつけます。そのくぼみに
先ほどの赤と黄色の粘土をのせます。私のその時のブームなんですかね。その時の兄には本当に申し訳なかったなと思ってます。中のあんをのせて包んでいきます。閉じ口をきれいに整えたら、中心に印をつけます。その中心に小さく十字の切り込みを入れます。その切り込みに沿ってヘラで切り込みを入れていきます。4等分できたら1等分のスペースに3等分の切り込みを入れていきます。ラップをかぶせて綿棒で中心にくぼみをつけます。そこにボンドをつけてビーズをのせたら水玉手まりの完成です。アドバイスやご質問等ございましたらコメント欄にいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。